Google Bits というサービスご存知ですか？ 2024 年に Google が発表した Google ワークスペース向けの動画作成アプリです。Google ドキュメントやスプレッドシート、スライドと同じように Google ドライブの中にある公式アプリとして使えます。でも正直、登場した時はそこまで話題にはなりませんでした。ところが2026年4月、とんでもない大型アップデートが来ました。まず、Google の AI 動画生成モデル、Veo 3.1 が搭載されました。テキストや画像から高品質な映像クリップを自動で作れます。さらに、AI アバター機能、あらかじめ用意された多彩なプリセットから好みのモデルを選び、台本を入力するだけで自然なナレーション付きの人物動画を生成できます。日本語にも対応しています。まだあります。Dilia 3というモデルを使った AI 音楽生成。動画の雰囲気に合わせたオリジナル BGM を30秒または動画全体の長さに合わせて自動で作ってくれます。それから画像生成、ダイナミックな自動字幕、ブラウザで画面録画ができる Chrome 拡張機能など、様々な機能が追加されました。つまり今、Google Bits は動画制作に必要なものが全部入りの状態になっているんです。今日はこの進化した Google Bits を実際に縦型のショート動画を作るところをお見せすることでご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。ショート動画のテーマは何でもいいのですが、そうですね。猫の魅力を伝える1分のショート動画を作ってみたいと思います。ショート動画の構成や素材、プロンプトなどはいつものようにノートブック LM を使って作ってみます。動画制作の一例として見てもらえればと思います。ぜひご自身のやりたいことに合わせてアレンジしてみてください。まず以前ご紹介したプレゼン準備一撃プロンプトを改造して動画作成用のプロンプトを作ってありますので概要欄のリンクからコピーしてください。コピーできたらノートブック LM を開きます。そして右側のスタジオ機能の一番下にメモを追加というボタンがあるのでこのボタンをクリックしてメモを作成します。まずタイトルにプロンプトと入れて内容に先ほどコピーしたプロンプトを貼り付けます。このメモにプロンプトを貼り付けるやり方はご紹介したことはありませんでしたが、長いプロンプトを編集するときは大きな画面で編集できて修正しやすいですし、間違って実行してしまうことがないので安心して編集ができるのでおすすめです。それではプロンプトを編集していきます。カスタマイズ欄を順番に編集していきます。今回は視聴者は猫を飼うか迷っている人、目的は興味喚起、動画の総尺は60秒、ナレーション有無はあり、1カットあたりの尺は8秒、ビジュアルスタイルはフォトリアル、配色の方向性は暖色系、画面比率は9対16の縦長で設定します。編集が終わったら下にあるソースに変換ボタンをクリックします。すると左側のソースにプロンプトというタイトルで追加されます。これで下準備は整ったので動画の材料となるソースを追加していきます。今回は手っ取り早くファストリサーチで集めてきましょう。実際にはどんなソースを使うかは非常に重要なところなので、皆さん信頼のおける情報を入れるようにしてください。ソースが追加されたら、チャット欄でプロンプトを実行してくださいと指示します。すると、先ほどソースに追加したプロンプトが実行されて分析が始まり、ナレーションの原稿がレポート機能、動画のキー画像がスライドデック、
そして動画生成用のプロンプトがチャット欄に出力されます。スライドデックを開いてみてください。これもあまり知られていないかと思いますが、スライドデックですが、ちゃんと縦長と指定すれば縦長に出力してくれます。これは一旦パワーポイントに出力しておきましょう。ここまでが Bits で動画を作る前の下準備になります。ここから Bits での作業に移ります。Gmail や Google カレンダーなどの画面で右上にある9つの点が並んだアイコン。これがアプリランチャーですが、ここをクリックすると Google のアプリがずらっと並ぶので、Bits のアイコンを選んで Bits を起動してください。サイトを開くと最初にいくつかの選択肢が表示されます。選択肢が多いですが、今日はスライドから作っていきたいので、スライドを変換を選びましょう。動画のサイズを縦向きにしたいところですが、縦向きを選ぶとスライドを変換が消えてしまうので、一旦横向きを選びます。そしてスライドを選ぶ画面が出るので、Google ドライブ内にあるスライドを選ぶか、アップロードタブからローカルにあるスライドデータをアップロードしましょう。読み込むスライドを選択して、インポートボタンをクリックすると、スライドが読み込まれます。読み込みが終わると、自動的にスライドごとにシーンが分割された状態でタイムラインが表示されます。まずは動画のサイズを変更して縦長にしましょう。左上の動画のサイズアイコンをクリックして、動画のサイズを縦向きに変更します。これで縦長の動画が作成できるようになります。現在はそれぞれのシーンが静止画になっているので、これらを順番に動画に変換していきます。何もない状態であれば、右上のベオというメニューから動画を作っていくのですが、今回は画像データがすでに読み込まれているので、この画像を選択状態にすると表示される動画に変換というアイコンをクリックします。すると右側に AI 動画クリップの設定画面が表示されるので、ここに先ほどノートブック LM で作った動画プロンプトをコピペします。アスペクト比が縦向きになっていることを確認して、生成ボタンをクリックします。すると生成が始まるので少し待ちます。動画の生成が完了したら置換でもいいのですが、一旦元の画像は削除して動画を挿入します。この方がサイズをぴったり合わせてくれるので楽かと思います。これを最後のシーンまで繰り返してすべてのシーンを動画化します。では今度はナレーションをつけていきましょう。右側のメニューからナレーションを選択します。有料のライセンスを使っている方はアバターメニューが有効になるので、アバターを選択して話をさせることもできます。使い方はナレーションとほぼ一緒なので、ぜひこちらも挑戦してみてください。では、先ほど作成したナレーションの原稿をシーンごとにコピペします。ナレーションの変更ボタンでお好きなナレーターを選んでから、ナレーションを挿入をクリックすることで、シーンにナレーションを追加していくことができます。こちらも最後のシーンまで繰り返します。次に BGM をつけていきましょう。右側のメニューから音楽を選択します。ここにお好みでどのような曲がいいかプロンプトを書いていきます。何でもいいのですが、BGM の場合は歌詞がない方がいいと思うので、インストルメンタルを指定した方がいいと思います。今回は少し雑ですが、チルなインストルメンタルとでもしておきましょう。こんなプロンプトでも結構ちゃんとした BGM を生成してくれます。長さは30秒か曲全体を選べます。今回は曲全体にしておきます。これで BGM もつけることができました。
あとはこのまま再生すると、すべてのトラックの音量が大きくて喧嘩するので、音量調整をしていきます。こんな時に便利なのが、オーディオダッキング機能で、Beats はトラックごとにオフ、ナレーション、バックグラウンドの3つからトラックの性質を選択することができ、オフの場合は自動音量調節はありませんが、ナレーションとバックグラウンドが重なっているときは、ナレーションの音量を上げて、バックグラウンドの音量を下げて聞き取りやすいように調整してくれます。ナレーションがないときは、バックグラウンドでもちゃんと音量を上げてくれます。これをすべてのシーンで設定していきます。ちなみに、動画生成で作った動画には、自動的に BGM が設定されることがあります。その場合は、すべてのトラックタブを選んで、不要な動画の BGM はミュートにしておきましょう。あとはご自身のセンスに任せて、シーンの長さなどを調整して動画が完成です。今回はナレーションが少なめの方がいいかなと思って大胆に削ってみました。では最後にダウンロードメニューから MP4 で動画を出力して完成です。では完成した動画をご覧ください。猫を飼うか迷っているあなたへ、見た目だけじゃない猫に秘められた本当の魅力を教えましょう。正体はベビースキーマ。丸い顔や短い手足に本能が可愛いと叫ぶ科学の魔法なんです。 25Hz のゴロゴロ音。この低周波に触れるとストレスがスーッと溶けて癒されます。猫との暮らしは最高の安らぎをくれます。あなたも猫との幸せな共生を始めませんか？今回は紹介のために作った動画なので、出来がいいかはわかりませんが、すごく簡単に作った割には、それなりのクオリティでできているのではないかと思います。もちろん今回紹介しきれていない機能もたくさんあるのですが、無駄な機能を削ぎ落として直感的に触れるように工夫されているツールなので、ぜひあれこれ触ってみてください。リコの AI ラボでは今後も AI ツールの実践的な使い方をどんどん紹介していきます。役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。